のサニトラと被らないっていうのがやっぱいいかなって。ボーイズ&ウィルス TV 今日も始まりました。今日は若者とそしてこの可愛いトラックに来ていただきました。お名前は？浩平です。浩平さん、はい、若そうですけど何歳ですか？23です。23？はい、はい。お仕事は？仕事は公務員やってます。公務員？はい。伊勢丹の人じゃないんですか？伊勢丹の人じゃないです。伊勢丹の人じゃない。木梨サイクルで働いてるわけでもない。そうそう。あ、違う。はい。ギャップがいいですね。なんか公務員の見える。どちらからいらっしゃいますか？川崎です。川崎。はい。この昔から近いですね。浩平さん、はい、こちら車なんでしょうか？日産のサニートラックのショートです。嬉しいですね。この上からお届けできると最高ですけれども。年式は1990年。当然生まれてないですよね。生まれてないです。何年前ですか？2001年ですね。最近どういうきっかけで購入したんですか？友達が旧車乗ってて自分もなんか乗りたいなって思ったのと、はい、周りみんなオートマ限定の免許なんですけどマニュアル取ったのでせっかくなら乗ろうと思って、はい、探してたらこれがあったっていう感じですね。ちなみにお友達は何を乗ってたんですか？デボネアとグロリアバンに乗ってます。同い年？同い年です。高校からの友達で。すごいですね。若者はそういう車に乗る。なんでサニトラにしたんですか？もう数ある旧車の中から選んだ理由？やっぱ他の人と被らないのがいいなと思って目立つしっていうので選びました。どこで買ったんですか？大阪まで見に行ってその場で契約って感じです。どうやって見つけたんですか？アプリでずっとサニトラ漁ってたら大阪にあったんで行きました。なぜこれにいじられてるのがいいなと思って。この仕様が刺さったと。はい。サニトラの存在は知ってたんですか？それとも以前からずっと。はい、知ってましたね。子供の時から車が好き？大好きです。子供の時これ乗りたいなってあったんですか？特にはないですけどやっぱ実家で乗ってたハイエースがずっと運転したいなっていうのでありますね。でも全然ハイエースじゃないですけど。でも商用車。ああ、なるほどね。そこは同じ。はい。数あるね旧車の中で車も好きだし、この車を選んだ最大の理由みたいなのありますか？やっぱ被らないのと、あとは単純に顔が好きなので選びました。これ買って大変そうだなとか、買ったらなんか維持費とかかかるかなとか、そういう心配なかったですか？それも一つの楽しみかなっていうので、旧車を選びました。そうですね。旧車はもうそうなって当たり前と思って買った方がいいことですよ。はい。安心して買いましょう。はい、乗り込みました。まあまあ狭め。はい、すごい狭いです。ですよね。はい。身長180ぐらいですよね。そうですね。結構辛くならない？ちょっと休憩多めに挟まないと腰痛い時はありますけど。結構長距離乗るんですか？一回千葉のサウナまで友達と2人で行きましたね。名古屋とか大阪行ったとかそんなことはない？あ、そんなあれはないですけど。さっきもおっしゃった商用車チックなこの荒めの乗り心地。はい。ワイルドでいいっすねこれ。いいっすね。これが楽しいです。なるほど。これエンジンとかもちっちゃいですよね多分ね。そうですね。1.2 リッターで54馬力だったかな。軽より全然ないです。車重も軽いですよね。1トンないです。ないですよね。はい。めっちゃトラック感ありますよね。だからそうですね。サニトラっていうだけあって、はい、段差があるとビヨンビヨンっていうかバコンバコンっていうかなんかね。もういろんなとこからイオンがします。イオンがする。2人乗りで不便ないですか？友達もみんな大きい子が多いので乗るとエアコンに足が当たってしまうっていうのが。あ、ここね。みんなそこで窮屈そうに座ってます。狭さも楽しいという。いや、そうですね。ギュッとしてていいですよね。はい。オプションのエアコンになるんですかね、これ多分ね。当時は多分そうだったと思います。ですよね。はい。効くんですか？ちゃんと効きます。あ、そうなんですか。はい。じゃあ夏は涼しく。いやでもほぼサウナですね夏は。サウナ好きなんですよね。はい。サウナに行くためにサウナに。はい、夏は。じゃあもう汗だくになって気持ちよく整った後も車でさらに整うと。はい。あんま遠く行き過ぎちゃうと何セットやってんだぐらい汗。なるほどね。はい。数セット少なめにしとかないといけないくなっちゃう。そうですね。いいですねそれ。特に気に喋れないっていう特に気に入ってるところとかありますか？やっぱサニトラの中でも前のオーナーさんがゴールペンしてくれて他のサニトラと被らないっていうのがやっぱいいかなって。グリーンメタリックでいい感じの色ですよね。はい、それに惚れて。他になんか他のサニトラとの大きな違いみたいなのあるんですか？前期後期があって、はい、これ後期なんで、ライトが四角なんですけど。あ、そうなんですね。はいはい。前のオーナーさんがこう丸めキットみたいのをつけてくれてて、確かにこの丸め可愛いですよね。2台なんですけど引っ越しの手伝いやってとかそんなのないですか？今はないですね。まあでも荷物乗せようと思っても、はい、トラックってフックついてるんですけどこの車、はい、フック切られてて紐を引っ掛けるの引っ掛けるフック、はい、バイク乗るんですよね。バイク乗ります。バイクとか乗せたくないですか？めっちゃ乗せたいんですよねでも乗らない。はい。
服がないからちょっと怖くて。ですよね、はい、ショートとロングっていうのがあるってさっきちょっと聞いた。これはショート？これはショートです。ロングってのはどれぐらい長いですか？30センチぐらい。じゃあ後ろのパコンって上げるじゃないですか、はい、あの分ぐらい長くなる。多分そうだと思います。ホイールベースも長くなって後ろの荷台もちょっと長くなる。長くなる。なるほど、いいですね。でもいいとこばっかりですね。まあでもちょっとこう高速とか乗ってると、はい、一緒に同乗してる人との会話ができなくなっちゃうのが。なるほどね、はい、結構今60キロぐらいだけどまあまあいい音してますね。はい、太いマフラーがついてるんで。これが80とかになっちゃうと結構離せないですか？はい、かなり。高速乗ってる時はもう車を楽しむと。はい、操縦してる感を楽しみます。はい、いいですね。車に合わせたこんな服とか着たいなとかあります？ストリート系というかアメカジ系というかあんまり綺麗に決めすぎてもなっていうトラックなんで。確かにこれでなんかジャケットとか着る感じじゃないですよね。そうですね、結構回りますね。4000とかになんかリミッターのあれがつくんですけど、はい、そんぐらいまで全然回しても。4000がリミッター？はい、1万まであるのにここまでは回すことはないですか？怖くて回せないですね。怖くて回せない、はい、なんで？もう30歳になるんでこの車も行ってもうたらやばいっすよ。はい、またかかっちゃうんで修理代が。確かに修理代かかったことがあるんですか？そうですね、買って半年の点検でオイル漏れをしていていろいろ調べてもらったらエンジンを下ろさないといけないってなって下ろして25万かかりました。半年でそれでかかったですねめっちゃでかかったです。でかかったですね。はい、繋がんない。あれ 1だよね。1です。結構もっと踏まなきゃダメか。ああ、本当もうおお。はい。これが2。はい。多分。あ、そうです。入った。上手です。楽しいですよ。右折用のギアですけど、まあ入っちゃえば。慣れが必要です。慣れが入れば。この車っていつもどんなとこ行ってるんですか？その土日とかって。サウナ行ったりとか、旧車の乗ってる友達とどっかドライブスポット探して行ってコーヒー飲むとか、そんな感じですかね。なるほどね、いいですね。はい、思い出に残ってる場所とかありますか？湘南の方にパシフィックドライブインっていうなんかおしゃれなレストランみたいなとこがあるんですけど、結構駐車場も大きくて海目の前で写真撮影会的な感じになるので、そこが結構思い出ですね。月の維持費どれぐらいなんですか？そんなに遠出もしないので、はい、保険とか入れたら1万ぐらい。あら、安い。ただローンがあるので。ああ、なるほど。ロングショート関係なく、はい、結構綺麗なやつは200万しますね。ああ、そうなんですか。150以上は絶対する。マジっすか？この車結構乗り続けたいですか？まだ1年だからあれですよね。そうですね。初のマイカーであって、はい、どんな愛車遍歴をこう刻んでいきたいとかプランあります？マニュアルの車にこだわっちゃうんですよね。おお、なるほど。それはなぜ？やっぱ今しかないかなと思って。電気自動車でマニュアルってあんまり聞かないじゃないですか。はい、なんで今のうち乗れる時にマニュアル乗っときたいなっていうのがあって。なるほど。ちなみにこの車女子受けはどうですか？分かってくれる子だけですね。分かってくれる子いる？でもごく少数ですが。あ、いいじゃないですか。やっぱ夏は暑いので、冬かなって言って。なるほど。はい。これ2速をマスターしたいですね。はい。基本2速発進してますわ、自分は。あ、そうなんですか。はい。いや、楽しいよ、これは。よかったです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。今日はもう2速に入れるのを、結局習得できないまま終わってしまうのは非常に残念でございますが、超楽しいトラックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。小林さんでした。気をつけて。よいしょ。はい。いいですね。ありがとうございます。500キロ。いいですね。最大積載で500キロ。気をつけて。出した。色がいいね。可愛いな、やんちゃでちょっと。いいっすね。ちっちゃ。いい音するな。難しかったな、そこに。悔しい。